やっと帰ってきたね。君、別に待ってたわけじゃないけど、外、寒くない？それとも部屋の暖房、ちょっと強すぎ？私はね、窓辺で日だまりを計算して、一番効率いい場所に移動してただけ。君が、ミオーって呼ぶ声、たまたま聞こえただけだよ。今日は、猫が飼い主を親だと思ってるサインボ線ってやつ、勘違いしないでよね。感動話じゃなくて、行動学の話だから、君はまだ猫の本当の姿を1割も理解してない。まあ、2割くらいは見込みあるかもだけど、じゃあ、私が教えてあげる。猫の親認定は、甘えじゃなくて生存戦略の延長なんだよ。1、私が子猫ボイスで鳴くのは、君を保護者モードにする合図。君は可愛いですぐ声が高くなるよね。で、ついご飯出したり抱っこしたり、単純詳しい人が言うには、猫は性病同士ではあまり子猫みたいな鳴き方をしないのに、人間相手だとわざわざ使い分けることがあるんだって。あれは言語じゃなくて相手の脳を動かすスイッチ。高めの周波数は哺乳類の保護本能を刺激しやすい。進化の過程でいい猫は人間の反応がいい鳴き方を残してきた可能性が高いんだよ。リビアヤマネコの祖先は単独で狩るけど、子育て中は母猫が反応してくれる音に価値があった。人間は会話だと思うけど、猫は操作パネルを押してる感覚。君には泣いた瞬間に全部叶えるんじゃなくて、要求の種類を見てほしい。別に教育してほしいわけじゃないけど、甘やかしすぎは太るし。2、スリスリはうちの群れの匂いイコール家族登録の儀式。朝、君の足に体をこすりつけると甘えてるっていいよね。半分正解、半分はマーキング。猫の顔や体には匂い線があって、そこから出るフェロモンで安心できる範囲を作る。獣医さんの話では、猫は匂いで世界を管理してる部分が大きいんだって。人間は目でここが家って確認するけど、猫は匂いでここは安全って登録する。野生の祖先も単独とはいえ、餌場や休息場所の情報を匂いで残す。家の中で君にスリスリするのは、君を安心の中心にしてる証拠。つまり親というより安全基地。本音、君が外で変な匂いつけて帰ってくると上書きしたくなる。だから帰宅直後にスリスリ多いなら、君はすでに家族枠。勘違いしないでよね。所有じゃなくて管理だから。3、私が君の近くで寝るのは守ってもらえる距離を計算してる。ソファーで君がスマホ見てると、わざわざ半径1メートル以内に寝ることあるでしょ。あれ、愛が爆発してるって言いたいところだけど、もっと合理的。猫は睡眠中が一番無防備。だから安全度の高い場所で寝る。人間の常識だと、静かな場所は安全。だけど、猫は信頼できる存在が近いは安全も使う。進化的に、猫は小型捕食者でありつつ、もっと大きい動物に狙われる側でもあったから。だから、誰かの見張りがあるだけでリスクが減る。君の近くは、音の変化や侵入者に最初に気づきやすいし、君が動けばすぐ察知できる。しかも君は大体同じ生活リズムで動くから予測が簡単。猫にとって予測可能性は安心そのもの。要望、近くで寝てても急に撫ですぎないで。寝てるときは警戒コストを下げてるんだから。でも、そっと毛布かけるくらいなら許す。4、お腹見せた。触っていいって君は毎回テンション上がる。ダメ、あれは触って OK じゃなくて危険じゃないよねの確認。猫の腹部は内臓が近くて致命的に弱い。ここを見せるのは防御を解除してるってこと。ホルモンや神経の話をすると、安心状態では副交感神経が優位になり、筋肉の緊張が下がる。つまり、いつでも逃げられるより、ここで休めるが勝った瞬間。野生の祖先なら、信頼できない相手の前で腹を出すのは即アウト。だから、君にそれを見せるのは、親的存在イコール安全装置
として認定してるサインになりやすい。人間は無防備イコール愛情表現で受け取るけど、猫は無防備にしても死なない相手かのテスト。要望は簡単。見せたら褒めて、目線を少し外す。猫同士の礼儀だよ。撫でたいならまずは頬から。5. グルーミングは親子レベルの世話焼き行動。君の手や髪をペロペロするとき、君は愛されてるっていう。まあ間違いではない。猫のグルーミングは毛並みを整えるだけじゃなく、社会的な結びつきを作る行動でもある。群れを作りやすい猫の集団では互いに舐め合うアログルーミングがストレスを下げるって言われてる。さらに子猫時代、母猫に舐められることは体温調節や排泄の補助、匂いの統一まで含む重要なケアだった。つまり舐めるは世話をする側に回ってる。君を親として見てるのに私が世話するの。そこが猫らしいところ。猫は上下じゃなく相互に安全を作る関係を好む。君が落ち込んでる時に舐めが増えるなら、私なりの安定化作業。要望、ハンドクリーム塗った直後はやめて、味が変。でも君が安心してるなら少しくらい世話してあげてもいい。ここまで聞いた君、意外と根性あるじゃん。別に褒めてるわけじゃないけど、今日の話まとめるとね、猫が君を親っぽく扱うのは甘えだけじゃなくて安全基地、匂いの家族登録、子猫機の回路の組み合わせなんだよ。君がこれを知ってくれたおかげで私との生活がもっと良くなるかもね。勘違いしないでよね。私のためでもあるけど、勉強になったならいいねくらいをしていってよ。招き猫じゃないけど三毛猫が言うんだからご利益あるかも。コメントでうちの子これやるって報告もして私が採点してあげる。それじゃあ私はそろそろご飯の時間だから、また次の動画で会おうね。君。